こんにちは、ジパング55のタカです。今私は青森県にある青森空港に来ております。今回は青森の玄関口である青森空港をたっぷりご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。青森空港は青森市まで車で20分ほどの距離にあります。青森市や弘前を訪れる際は便利な立地ですね。青森空港とレンタカー乗り場は隣接しており、歩いて迎えるようになっていました。送迎バスを待たなくていいのは楽ですね。帰りも空港に直接返せるので便利です。1階の到着ロビーには小さいですが、ねぶたも飾ってありました。毎年8月2日から7日に青森市内で行われるねぶた祭りは、青森を代表するお祭りです。天井にも羽との写真がはめ込まれていました。青森らしくていいですね。到着ロビーには他にも、インフォメーションセンター、コンビニもありました。各社のチェックインカウンターもありました。チェックインカウンターの前にもお土産店がありました。有名な大間のマグロやホタテが冷凍で販売していました。リンゴを使ったお菓子なども販売していましたね。2階にはお土産ショップと飲食店、カードラウンジがあります。お土産店は JAL プラザをはじめ何店舗かありました。お土産店は青森の名産品が数多く販売しています。リンゴのアップルパイも複数のタイプがあり、用途に合わせて選べそうですね。青森らしくリンゴのお菓子が多かったです。弘前観光でご紹介した奇跡のリンゴのかりんとうがありました。これはかなり美味しかったので、個人的にはおすすめのお土産です。リンゴジュースやリンゴシードルも販売していました。リンゴは品種によって味が違うので、お土産の品数も増えるようです。青森県で栽培されているリンゴの品種は約50種類で、そのうち約40種類が市場に出荷されているそうです。せんべい類も販売していました。時間によってはその場で焼いているようですね。渋川せんべいのごま新月というおせんべいも美味しかったです。温めるとさらに美味しかったので、こちらもお土産におすすめですね。南部せんべいも販売していました。何枚かセットでリーズナブルなお値段なので、こちらもお土産にいいかもしれませんね。南部せんべいは青森県八戸市や岩手県を中心に食べられている伝統的なお菓子です。ホタテやしじみのカップラーメンもありました。青森だと有名な味噌カレーラーメンもありますね。意外に美味しいので、機会があれば試してみてください。ご飯にお好みの具材を乗っけて作る海鮮丼ののっけ丼もありました。他にもガラス細工、チーズケーキ、ごま餅などいろいろあったので、自分好みのお土産を探してみてください。それでは飲食店をご紹介します。飲食店は数店舗入っているので、選択肢は多そうです。ライアンレストランがあり、洋食を中心に提供しています。カレーやピザなどメニュー数も多そうですね。タリーズコーヒーもあったので、ちょっとした休憩もできそうです。フードコートもありました。青森ワイナリーホテル直営店のカフェ709、青森味噌カレー牛乳ラーメンの河原、味増しテイなどがありました。カレー、ラーメン、海鮮丼など幅広くあるので助かりますね。営業時間もそれなりに長いので安心です。フードコートも席数がそれなりにあったので気軽に立ち寄れそうです。充電できる1人席もあったので助かりますね。展望台はベンチもなく屋上のような場所でした。飛行機は近めでしたが、私が訪れたタイミングで駐機している飛行機は少なかったですね。
青森空港は国内線は羽田、伊丹、名古屋、新千歳などに就航しています。国際線もあり、便数は少ないですが台湾や韓国などにも就航しているようですね。空港ラウンジもありました。航空会社専用のラウンジはなく、カードラウンジと併用でした。クレジットカードで一定ステータス以上を持っていれば利用できます。ラウンジの中にはドリンクがあり、カフェラテなどのコーヒーやジュース類がありました。ファンタ、ジンジャーエールなどがありました。蜂蜜入りリンゴ酢などもありますね。紅茶などもあります。ビールは有料で提供していました。新聞や雑誌などもあり、自由に読めるようになっていました。ラウンジはお土産売り場の奥にあり、少し分かりにくかったですね。ラウンジ内は明るく、緑もあったので、綺麗な印象でした。席数は多く、結構利用されている方も多かったです。制限エリアの外側にあるので、手荷物検査時間を考慮して利用してみてください。青森空港は主に JAL と ANA、フジドリームエアラインズなどが就航しています。便数も意外に多いので、主要都市からはアクセスしやすそうですね。国際線は大韓航空やエバー航空が就航しています。制限エリアに入りました。手荷物検査場はあまり広くないので、出発便が重なると少し並ぶかもしれませんね。中にも簡単なお土産ショップがあったので、急いでいる方には嬉しいですね。意外に種類も多かったです。個包装のお菓子もあったので、機内で食べるのにもちょうど良い大きさでした。子供の遊ぶエリアもあったので、小さいお子さんがいる方も安心ですね。それでは今回の青森空港、いかがだったでしょうか。お土産店やレストランも多かったので、空港で時間も潰せそうですね。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。